国際交流基金主催 JFF プラスインディペンデントシネマをご覧の皆様、こんにちは。本日は配信作品風の波紋から小林茂監督、そして録音の川上拓也さんにお越しいただきました。お話を伺ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。風の波紋ですけれども、小林監督は舞台となる場所が日本の中でどういった地域なのかというところをまずはちょっと教えてもらえますでしょうか。そうですね。はい、日本をイメージされましたら、ちょうど真ん中辺の、地名で言えば新潟県という、北陸北の地区にあたるんですけど、真ん中に日本というのは大きな山が連なっていますので、その大陸から吹いてきた風が全部この映画の村に落としてですね、積雪が5メーターを超えるような、一説によると、人々がこれだけ住んでいるところにこれだけの大雪が降るというのは、なかなか珍しいところだというほどの村ですね。お米やお酒でも有名な場所ですね。で、この地で映画を作ってみようと思われたきっかけを教えていただけますか。そうですね。こういう新潟県だけではなくて、日本全体がやはり地方が衰退しているということは間違いないと思います。それはやはり、都市の方にどんどん人口が集中していくということがあると思うんですね。しかし、そういう中で、やっぱりその自然とともに、里山という言葉があるんですが、そういうところで生きている人たちがおります。また私自身もそういう村で生まれ育ったんですけれども、そこに、たまたま東京のカメラマンであった小暮さんという人がご夫婦で移住されているんですね。実は一緒に映画を作りをしてきた、世界的に、皆さんご存知の「阿賀に生きる」という作品を作られた佐藤誠監督がお亡くなりになりまして、私はとってもショックで、うつ状態になっていたんですね。そういうところで、たまたま彼らのところに、遊びに行くっていうかな、そういう機会がありまして、小林が来るならばみんな集まってくれましてですね、これがですね、俺が作ったブドウ酒だワインだとか、俺の打ったそばを食べろとか、ちょうど夏だったんですから、もうみんな仕事帰りでムンムンと土の匂いがするんですね。そういうところでワイワイとやってるうちに、私の方は鬱ではあったんですけど、その盛り上がりに、すっかりそんなことも忘れて楽しませてもらって、そしたら夏の間はみんな農業者は早いですから、朝方の4時ぐらいにはもういないんですね。で、私は疲れていて6時頃起きたと思うんですけど、もう誰もいなくて、昨日の宴は幻なんじゃないかと思ってキョロキョロしていると、この朝の光が眩しくて、ふと見るとそこに山がありまして、夜夜露が木々に落ちてるんですけど、そこに太陽の光が反射して眩しいんですね。その瞬間、走馬灯のように私の子供時代が思い出されまして、ここなら映画ができるんじゃないかと一瞬思ったんですね。それまでは映画作りはもうほとんど諦めていた。そうですか。それがきっかけなんですね。撮りたいっていう意欲が出てきたっていう感じですかね。そうですね。なんかね、不思議な感覚で、もう一回自分の小さい頃を追体験してみたいような感覚が、彼らの臭いきれの匂いとともに感じました。小暮さんという方を軸に映画ができるのではないかというようなイメージは最初からあったんでしょうか。小暮さんもお友達ですし、その小暮さんの周囲にいる、その移住した人も、それから地元の人もみんな私の友達なんですよ、実はね。小暮さんが農業者として初心者なもんですから、みんながいろいろ応援してくるんですね。そのネットワークがすごくいいなというふうに思いましたので、ただ小暮さんは自分は主人公は嫌だよとはずっと言ってましたし、実はその知っている人間を撮るっていうことはこれほど難しいかという、知らない人であれば丁寧に対応していって時間をかけてっていうことなんですけど、もう知ってるわけですよね。ただなんでそのカメラが向けられるのかっていうことについて僕は説得しなきゃいけないし、本気になってもらわないといけないわけですよね。それ時間かかりましたか、彼らに本気になってもらうと。だからそのためにはいきなり映画を見せるってことが一番
はいいいですよね。それで、はいカメラの松根さんにですね、とにかく11月なんで、ちょうど農作業も終わり、かやぶきをするための、すすきですね、硬くなったすすき、それをかやというんですけど、かや狩りのみんなでやるんですね。そこにとにかく松根さん、カメラを回してくれと言ったら、彼はもう手伝いながらまたカメラを回してくれて、40分ぐらいの映像があったんですね。その年が明けた1月6日、みんなに映画を撮ったから、みんなに見せるっていう。それで映画を見せたら、もうすごいね、非難轟々というか。そうだったんですか？これはすごいまずいなと思ったら、そういう内容ではなくて、この茅を刈る腰つきが悪いとか、あの縛り方は何だとか、非難轟々で、それをもってして、どうも小林は映画を本当に撮るらしいということを認めてもらったような感じですね。ちゃんと我々の作業が良し悪しはあるとしても映っているんだということが認められたということですね。撮影の期間というのは何なんですか？5年間かけましたですね。ちょうど撮影開始されてから日本では2011年の3月に大きな地震があって、大変な被害を北部にもたらしたわけなんですけれども、小林監督にどのような影響をもたらしたかっていうことをお伺いできますでしょうか？ちょうどその大きな地震がありまして、私は自宅にいたんですけれども、これはただごとではないと思ったんですね。私が撮影している小暮さんの家が倒壊してたということを数日後に知るということになるんですね。もうその時にはテレビはいろんなその鉄道がブランとなってるとか、崖崩れがあるとか、何軒か潰れたとか、そういうニュースをやってたんですけど、私はもうそういう場所は撮らないと決めまして、ただ小暮さんのそういう佇まいだけを撮っていこうというつもりでおりました。この映画は地震の映画には絶対してはいけないと思ってましたので、ただ小暮さんをめぐるその人たちがいろんなアドバイスをして、最後はみんなが力を合わせて立て直す、そこのシーンは全般に入ってるんですが、いつまでにそのことを通して人間関係が映り込むということを目指しました。そういった地方で何が起きているのかというか、都会からそこに進出した人々はどのように生きているのかというのは、小林監督の大きな関心事の一つだったと。そうですね。小暮さんがなぜそこに移るのかということから、逆にその里山の力を私が感じるという形になりました。実は見えない形で日本を支えているのがそういう里山なんですね。山を大事にし、そこで生きる。そして清い水を下流に流す。そのことがなければ、もう日本は成り立たない。しかしそれを日本は捨てて、切り捨ててきた。田んぼ一つでも手間のかかりようが違います。しかしその里山にある田んぼがあることによって、保水力も、あるいは山を大事にすることで山が生きている。そのことでずっと生きてきたわけですよね。で、そのことを捨てて、目先のことばかりをやっていると、今あちこちで災害が起きていますけれども、それはもちろん自然災害ではありますけれども、よくよくあれすると山が大事にされてないというようなことがあったりします。自然を継続可能なものとして接していくという人の営みも描かれますし、一方でこの作品いろんなテーマがあって、例えばヤギを食することにする、命の食べ方のような主題も扱っていると思います。やはり自然と人間のあり方すべてを監督としては映画の中に描き込んでいきたいというご意思もあられたということですかね。人の営みっていうのは小さいことなんですけど、小さいことの積み重ねがコミュニティであり、そのコミュニティの積み重ねが強度ということだと思うんですね。その大事さがやはり都会にいると何かそのバックボーンをなかなか知らないうちで過ごしてしまうという、そういうことをこの映画でも感じてほしいと思います。録音の川上さんが現場の雰囲気というのはどのように感じられましたでしょうか？小林さんとカメラマンの松根さんっていうお二人が現場の空気を作っていたんですけど、いつ撮影始まるか分かんないようなぐらい溶け込んで、農作業だったら農作業手伝いながらとかで
で急にカメラ回る感じっていうか急にカメラ回ると、録音の川上さんとしても、急にマイクの準備しなければいけない。大体間に合わないですね。大体間に合わない。最初の方はあんま使われないんですけど、で小林さんがここで撮ってとかいう指示は特になくて、その現場にスタッフを入れて、でここで撮影しますっていうところまでセッティングするのが監督の仕事というか。はい。小林監督としては、ここで回すぞ、ここは回さないぞっていう区別はご自分の中で結構はっきりされてたんですか？要するに監督の仕事は、どこにカメラ、スタッフを入れるかという判断ですね。365日あるわけですから、そこに毎日へばりついてるわけにはいきませんので、この様子を見てカメラを入れる。そうしたらもうカメラマンと録音部にほぼ任せてるという状況ですね。なるほど。川上さんにお伺いしたいんですけれども、現場の録音で気をつけられたこと、あるいはその映画の仕上げの段階で工夫したこと、苦労話ということをちょっとお伺いできますか？この映画の音響、菊池信之さんという大ベテランの方がやられてるんですけど、菊池さんのリクエストはもうとにかく式の音を集められるだけ集めてこいっていう、とにかく空き時間にいろいろそういう撮影してない時とかにいろんな土地その季節の音を集めていった。一人で録音しに回るんですね。ありましたかね。川上さん、この作品が、ほぼ初期の作品だということで、その後何本も仕事されてるわけですけれども、この風の波紋の現場の経験で何か得られたことって何でしょう？僕、ストレス耐性が非常に弱くてですね、怖い人とかいるともうそれだけでダメなんですけど、監督とカメラマンのお二人がですね、絶対怒らないし、優しいというか、で、撮影終わると毎回、川上ちゃんどうだったって聞いてくれるんですね。今日の撮影どうだった？なんかそこでちゃんと自分で考えたことを、言うんだ、自分もスタッフの一員なんだっていう自覚がきちんと作ってもらえたのがこの現場だったので、本当に最初がここでもう良かったなと。ここじゃなかったら多分やめてるかもしれないなっていう感じがしますね。人々の中に入って映画を作るということは、作るチームもやはりいい雰囲気でないといい映像は撮れないってことですよね。そうですね。今回はこうやってね、皆さんからの常在でカンパで作られている映画ですね。そういう中でなかなか録音部をきちんとつけるってことは難しいんですが、私と松根さんのカメラマンだけよりは、この川上さんがいることで松根さんはすごく楽になるんですね。それでいつも終わった後にラッシュを見るんですけど、ああだこうだと言って、あと温泉入って美味しいご飯を食べて、ギャラは少ないけども、それだけ時間と、美味しいのはあるという感じですかね。この作品で、その映ってる皆さんとスタッフの皆さんの信頼関係がとても象徴されている美しいシーンが、終盤の小暮さんご夫婦の朝食のシーンだと思うんですけれども。それはちょうどよく、私は現場にいないものですから。あの時いらっしゃらなかった。川上さんにお聞きしてください。多分早朝の除雪のシーンを狙って、カメラマンの松根さんと僕2人で小暮さん宅に多分泊まらせてもらっていて、ただそんなに降らなかったんですよね。でしょうがないからなんか撮ろうっていう感じで、なるほど。多分その朝ごはん撮ろうかみたいな感じで松根さんが言って、何気なく多分撮ったシーンだと思います。私が行かないのは、2人が泊まるのが限度なんですよ。で、朝の除雪のシーンを撮るためには朝早くから動かないといけませんので、もう止めてもらった。そしたら雪が降らない。ラッシャーが上がってたらですね、コーヒーゴリゴリやって、で、納豆カーやって、そのご飯食べているのがすっごく長く捉えてるんですけど、もう面白くてね。で、そこにちゃんと今度音が取れてますからね、炭がパチパチと跳ねる音とかね。本当にね、いいシーンだったと思いますね。それで大事なのは、その、卓上の上にスタッフ用に2つちゃんと茶碗が用意されているところが、皆さんはわからないと思いますけどそういう状況でやってましたね。なるほど。この作品をご覧になった方からちょっとどのような感想が寄せられたかという中で、小林監督が印象に残った言葉があるというのでご紹介いただけますか？そうですね。この映画は配給も含めてどういうところでちゃんとポイントを出したらいいかということで
苦労した映画なんですけど、見てもらうとなんとなくいいねっていうふうな感じなんですが、これをですね、哲学者の内山隆さんという方がこのように一部書いてくれているので、そこの一部を読みますと、それは手作りの世界でもあり、この大地と共に暮らすプロフェッショナルな人々の世界だ。進歩ではなく深められていくことを喜ぶ世界。発展ではなく永遠の世界。技術ではなく技の世界。知識ではなく知恵の世界。というふうにこの映画を表してくれてるんですが、何か彼らの生き方がこの言葉に凝縮されているような感じがして、とても嬉しかったです。もう現在の国連さんはじめ皆さんどのような暮らしをされているかというのを小林さんご存知なんですか？みんな年を取りまして、しかし元気にやってます。よかった。私自身も、取った時の一番長老に近いみんな年齢になりまして、この間もみんな稲刈りで集まっているんですけど、もう未だに皆さん、そうです、もちろん。そしたらみんな一緒に年を取るのも悪くないなというのが、彼らの話だったんですけど、やっぱりこれから若い人がそういう場所に移住している人もいるんですね。そうすると最初は若いですから、皆さんが小暮さんのところも田んぼがどんどん広げていったんですけど、今度年を取ってきて減らしているんですが、そういうところをまた若い人がやり始めたりというような感じです。じゃあもうそういった流れは継続して起きているということなんですね。それから驚くことは、この映画がですね、今でも時たますごく山奥に呼ばれるんですね。それが若い人で、今インターネットもやれますので、移住した仲間がこんな映画があるということで、村の人と一緒に上映会するから、映画を上映したいと。で小林さんもぜひ、今コロナなので、オンラインで出てくださいとか、そういうことが時々あります。では移住してその地を支えていこうという人たちの参考にこの映画がなっているということなんですね。素晴らしい。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。